皆さんこんばんは。元週刊少年連載漫画家のペガサスハイドです。今回はこちらの絵を商品にしていくためにどうしたらいいかプロの手を貸して仕上げていきたいと思います。まずね、この絵のいいところから伝えようと思うんだけど、うまいです。うまい、めちゃくちゃうまい。今回のこの送られてきた絵はなんとね、この絵を描いた作者が中学2年生らしいんだよ。自分で中学2年生ですって書いてあったんだよね。その人が書いてることが本当だとしたら相当うまい。中2でこれだけの表現ができたらかなり絵を描くセンスっていうものが高いと思います。どこをどうしていくかっていうとこなんだけど、この人の絵はうまいんだけど、この絵のまま編集部もしくは企業、会社、出版社が受け取ってくれるかっていうと受け取ってくれないのね。なぜならこれは下書き状態なんですよ。当たり線がいっぱい残ってたりとか、こう斜め線でシャッシャッシャッシャってこう色つけてるところがあるんだけど、おそらくこれはこの作者がゆくゆくは影にしたい部分か、もしくはカラー原稿だったら色をつけたい部分っていう風に想像するんだよね。っていうことはこの絵はまだ未完成なんですよ。だけど未完成な状態で見てくださいって出せること自体が俺は意識が低いと思うのね。完成してないものを評価をしてください、審査をしてください、出してくれるっていうのがそこまでの人なんだなっていう風に思ってしまう。まだ完成してないものを出してくれるっていうのが意識が低いと思いました。完成させたものを見せてほしかった。なのでこの絵は編集部とか企業とか会社が受け取ってもらえる状態ではないので、どこまで描けば出版社とか企業とかが受け取ってくれる状態になるかっていうのをやろうと思います。もう今回はもうこの絵を変えないね。あえてうまいんで、この状態でもちょっと手の先が気になったり、これ服脱がしたら胴体が相当長いぞとかっていうのは思うんだけど、とにかくこれトレースしていこうか、今回はね。今この絵をトレースしました。ざっくりとこういう感じかな。これにペン入れていきたいと思うんだけども、一個ね、俺が気になってる胴体がこの子どれぐらいあるのかっていうのを見るためにもう一枚トレースしてもいい？今ね、軽くトレースしたものをもう一枚描いたんで、ちょっと俺胴体だけ見たいんで、この子を裸にするね。ここが足でしょ。だからこうなるんだよな。で多分こういう感じだよね。これで見ると相当胴体が長いっていうことがわかると思うんだよね。だけど別にこれに対して直せとか文句が言いたいわけじゃなくって、こういうのもありだって言いたいんだよね。胴が長いっていうのは胴長短足っていう言葉もあるように、多くの人はブサイクって思うものなんだよね。だけどこの子のこれを見てブサイクには見えないと思うんだよ。で実際この子の服を脱がしてみたらこれぐらい胴が長いのね。そうだな、人から見れば胴が長すぎるって感じる人もいると思うんだけども、この作者がいえ私はこの胴が長い女の子が可愛いと思うんですと感じるんだったら、俺はこういう胴長体型もありだと思います。こういうのは見る人の美意識によって変わるっていうことだよね。これ見ると足が描かれてないんで、最後までどこまで続くかわからないけども、長い胴よりももっともっと足は長くなると思うんだよね。この子が足が最後まであったらかなり下まで行くと思うので、先まである足と比べればこの胴は短いっていうことになるからね。なのでこういう体型もありなんじゃないかな。で、さっきのこっちのトレース、これにペンを入れていこうかな。ペン入れる前に手の形がこことかこことかがちょい正しくないんで、一本指立ててるのと、これはスカートをつまんでるのかスカートの後ろに手がいってんのかちょっと微妙だなと思ったんだけど、でも親指がこっち側に来てるみたいなんで、多分スカートをつまんでるってわけではないんだろうね。だからスカートの後ろに手があるっていうので書こうかな。そのあたりだけちょっと整えたいけども、このままでも俺は十分可愛いと思うし、バランスが悪いって思うところはないので、ほぼこのまま清書という形でペン入れしていこうと思います。使う道具は黒インクと G ペンと丸ペン、こちらを使ってペン入れします。この人はね、この元絵を見るとそんなに線が細くないんだよね。割と太めの線で引いてるんで、俺も極細の線ではなくて気持ち太めの線でペン入れしようと思います。
この人の魅力的だなって思ったところはね、男が見ても女が見てもどっちにも受け入れられそうな絵柄の女の子っていうのがいいなと思ったね。これを本当に中2の人が描いたんだったら俺は相当センスがある人だと思うんだけど、この人の能力の高さって絵だけじゃなくってね、この女の子のキャラクターをプロフィールも一緒に描いてもらったんだけど、この女の子は16歳の女の子で学級委員をやってるっていう設定なんだって。少し性格が悪いところがあるけれども普段は猫をかぶってると、いい子のふりをしてるんだよな。みんなを仕切るのが得意で人気もあるけども一部の人からは嫌われてるっていう設定なんだって。俺ね、このプロフィールにもセンスを感じてて、漫画のキャラクターを作る時っていうのは当然性格っていうものも設定しないといけないんだけど、未熟な人っていうのは性格優しいとか強気とか内気とかシンプルにしか設定できないんだよね、漫画のキャラクターを作るのが未熟な人って。だけどプロっていうのはもっと人間的な部分を考えていくんですよ。例えば優しいっていうキャラクターだったらどう優しいのか。優しいって言ってもいろんな優しさがあるわけで、例えば元気がない人を見つけたらどうしたの、元気ないね、何かあったのって聞いてあげるのも優しさだけども、あえてそーっとしておく、見守ってあげる、声をかけない優しさっていうのもあるわけだよね。他においお前何しょぼけた顔してんだよ、しっかりしろやっていう風に片手もバーンって叩いて元気づける、そういう優しさもあるわけだよね。一言で優しいって言ったっていろんな優しさがあるわけだから、ただただ優しいって書くだけじゃプロフィールとしては弱いのね。漫画のキャラクター作る時に人にはいろんな性格があっていろんな考えがあって周りからどう見られるかっていうのはいろいろあるわけで、この人はそこまで考えてんだよ。このプロフィールがパッと見てこの子は可愛いんだけどもちょっと性格が悪いところがある。実際漫画を描く時はどう性格が悪いのかとかどう猫かぶってるのか、そこまでもっと考えなきゃいけないんだけども、でもこのシンプルな中に二面性ってのを考えてんだよ。ちゃんと人の表と裏っていうのを考えてるんだよね。周りが見たこの子の姿と本当のこの子の持ってる本質っていう陰と陽って言ったらいいのかな、そういうのを考えてるんだよ。そのギャップっていうのを考えてるのが漫画のキャラクターとしてもこの子はセンスがあるなって思いました。この人はね、絵を送ってきた時に「ハヤトさんお願いします」みたいな文章も書かれてたんだよね。その文章もねすごく礼儀が正しいっていうか敬語とか丁寧語とかちゃんと使えてたんだよねこの子。だからこの子の人間力の高さっていうのを感じたよすごく。なんとなくだけど俺はこの絵をカラーにしたかったのかなって思うかな。斜線の部分は多分アニメのセル画の影みたいにここを濃い色に塗ってとかってね、そういう指定だったのかなっていう風に思うかな。俺の絵が白黒原稿しか受け付けないっていう風に言ってるんで、それでこういう状態で、色を塗る前の状態で送ってきたのかなとちょっと思うかな。結構ねそういう人はいるんだよね。この絵本当はカラーの絵なんですけど線画の状態で見てもらえますかっていう風な人がいるんだよね。だけどそれは申し訳ないけど採用はしてないです。だってそれはその人が白黒ではなくてカラー原稿が完成と思って描き始めた絵なので、線画が完成ではないっていうことなので、白黒が完成ではない。でもこっちは完成と思って見てくださいっていうのはなんかちょっと虫がいいと思うんだよね。
ね。そっちは完成のつもりじゃないのにこっちは完成のつもりで見てくださいっていうのは随分絵を見る人のことを舐めてんだなって思っちゃうから、だからそれが分かってる人はもう採用はしないことにしてます。だけどこの人のこの絵はどっちか分からなかったんで、もしかしたらカラーにするつもりだったのかもしれないけども、もしかしたらこれが完成だってこの人は思ってるかもしれないんで、白黒原稿っていうのは未完成ということではないです。そんなこと言ったら漫画家は雑誌に載ってる原稿はみんな白黒だけどあれ未完成で出してんのかっていうことになるんで、そんな失礼なことはない。白黒だって完成原稿です。写真でもそうだけどカラー写真もあるけど白黒写真もあるわけですよ。でカラー写真はカラー写真のいいところがあるし、白黒写真は白黒写真でいいところがある。カラー写真をたくさん見るからといって白黒写真が作品じゃないのかってそんな話はないでしょ。漫画だって同じです。白黒には白黒の完成っていう形がある。ちょっとこれ指がねおかしいんでここはちょっと整えるね。せっかくここまで完成度が高い顔をかけてるんで指もちょっと整えましょう。それね、これ別の動画でも言ったけど手を上げてるんで、でも服は重力によって下がろうとするんで手首までしっかり服がかかってるっていうのはおかしいのね。手を上げてるんだったら服は下がらなきゃいけないんで、ちょっとここは開けましょう。小さなとこだけどこういうところにリアリティが出せるか出せないかっていう、これ絵を描かない人には多分わからないぐらいの直しだと思うんだけどね。あとここ肘を曲げてるんで、今俺の服だったらまっすぐの服でもこう曲げるとここにシワがいくんで、ここに服が溜まるって言ったらいいのかな、わさわさわさっと。まっすぐしたらまっすぐだけど曲げたらここに固まるのね、服が。だけどこの絵はそうなってないのがおかしい。こういうところに観察力っていうのがあるかどうかっていうのが出るんでね。だから俺はちょっとこっちの方はこの曲げたところに気持ち服を寄せます。でもあんまり寄せすぎるとこの子の絵を変えちゃうんで、本当にわずかだけどね、ちょびっとだけ。この作者も俺が言ったことは理解してないわけじゃないんだよね。例えばこのまっすぐ伸ばした腕でも曲がるところにちょっとシワを描いてるんだよね。なので関節っていうのを考えてないってことはないと思います。でこの人のスカートを見るとラフなんで割とざっくり描いてるから正確ではないんだけども、ちゃんとこの人はプリーツが折り曲がっていて人間の足を包み込んでるってことを考えてるんだよね。膨らみとかプリーツの山折り谷折りみたいなことを考えてるんだよね。だから漫画なんでこれは全部が全部がっつりプリーツの一枚一枚山折り谷折りを全部綺麗に描いてなくても俺はいいと思うんだよね。この絵柄だったらだよ。もっと劇画タッチで我々人間の世界と近いような絵柄の人だったら山折り谷折りを一個一個全部はっきりしっかり描かなきゃいけないっていう世界の人もいると思うんだよ。だけどこれぐらいのアニメっぽい絵だったらそこまで厳密に一枚一枚描かれていなくてもいいと思います。だから時々それは正しくないとか実際にはそうなってないとか言ってくる人がいるんだけども、それはその漫画の世界によって変わるって言ったらいいのかな。どこまで現実と一緒に描かなきゃいけないっていうのはね、ちょっと整えるね。ちょっと不自然に手首を曲げてるような感じに見えるんで、もうちょっと手首の曲げを柔らかめにします。コメントの質問でどういう万年筆使ってるんですかっていうものがあったんだけど、万年筆じゃないです。漫画家が使ってるものは。俺は立川っていうメーカーを愛用してます。ゼブラとか日光とかいろんなメーカーから出てるけどね、ペン先っていうのは何がいいとか使いやすいとかっていうのはその人の書き味とか持ち方によって変わるんで、いろいろ使ってみて自分に合ったものっていうのを探すといいと思います。最近はねパソコンで仕上げるっていう人も増えてきたんでそれでもいいです。以前にソックスの縛ってる
るところって言ったらいいのかな、ここがちょっとさこうへっこましたらさ足のこの無二感が出ていいっていう話をしたけども、この人の絵は直線的でまっすぐな魅力があるんで、ここもこのままにいきたいと思います。この人の絵柄はムニムニ感とかムチムチ感を出すよりもあっさりした感じの方がこの人の絵柄の魅力を引き立たせると思うんでね。だけどさ、ちゃんとこの人の絵はさ立体的に見るでしょ。足がちゃんと棒がさ平面的じゃなくてこう筒っていう肉の感じがするでしょ。それはなんでかっていうと、この人がつけてる影を見てもわかるけど、足がこういう筒状であることっていうことを意識してるからなんだよね。こういうところを見てもこの人のものの捉え方の高さ、観察力があるところが出てると思います。もうちょい全体的に整えていこうかな。こんなもんかな。これで消しゴムかけてちょっとホワイトかけていこうかな。じゃあこいつに消しゴムをかけていきます。消しゴムは丁寧に当てましょう。今回俺さ全然下ネタ言ってないよね。本当に言ってないよね今回。前回は下ネタ言わないって言いながらめっちゃうんこうんこって俺言ったけど、今回一個もうんことかチンコとか言ってないよね。たまにはいいよね。うんことかチンコとか言わなきゃいけないっていうルールはないんでむしろそういうのがない方がいいかもしれないので、もう今回はもう言わないでおくね。ハイドチャンネルは品性のある動画を目指してるんで、あんまりもううんことかチンコとか言い過ぎると俺の品性を疑われるし、見てる視聴者もねお父さんお母さんの前で見にくいと思うから、この動画があんまり、ね、うんことかチンコとか言うとお友達にもねちょっと勧めにくくなるからね。この動画がやっぱり拡散されなくなってくるから、あんまりチンコとかうんことか言い過ぎると。だから今日は一回も言わないからね。俺は毎回そんなんばっかね。やっぱほら俺は大人だからさ。でホワイトかけていくか。そう大人だからねで思い出したけど、俺の声がね小学生ボイスって言われてんだよね。なんかのアニメのキャラクターに似てるとか声優さんに似てるとかって書いてくれてる人が多いんだけど、要するにひっくるめて子供ボイスだと。でもね俺子供ボイスって言われんのねそんなに嫌じゃないよ。俺も思うんで、自分の声聞いてて声変わりする前の男の子みたいな声してるよね俺。だから俺のことさ本当に子供と思ってる人も多いだろうね。俺の動画を見てくれてる人がみんな俺のことをさ知ってるとは限らないもんね。ちょっと今にじみを整えてます。ちょっとにじんだところがあるんで、このにじみもね味になってりゃいいと思うんだけどね。パソコン使ってる人はこういう作業もパソコンでやってると思うんだけど、俺は手でさせてください。自分は手の方が早いと思ってるんで。さコメントでなんか面白いのあったな。強引にうんことかチンコとかねじ込んでいくスタイルが好きとかって。ねじ込んでいくスタイルっていうのは面白かった。書き方がねじ込んでいくスタイルを別に俺は取ってるわけじゃないんだけど、表現が面白かった。こういう線のダブりとか失敗だよね。こういうのってさ一発でちゃんと書かなきゃいけないって思ってる人多いんだけど、そんなことないです。別にこうやってホワイトで消して修正すればほら綺麗になるんで、ペンの失敗とか恐れずにどんどん使ってください。ペンってやっぱり使わなきゃうまくならないんでね。でもなかなか自分の思うような線が書けないからペンを怖がる人がいるんだけども、確かにペンはね消しゴムで消すことはできないけども、ホワイトでこうやって消せるんでほら。ちなみにホワイトは、修正器を使ってる人が多いなと思うんだけども、俺は白絵の具を使ってます。ポスターカラーの白です。普通の絵の具です。何にも特別なものは使ってないです。時々漫画用ホワイトとかって売ってるものもあるみたいだけどね、要するに白絵の具だろうって思うんだけど、俺は普通にポスターカラーの白を使ってます。これ特別な道具じゃありません。こんなもんでいいかな。ちょっとペンの線が途切れてるとこちょっと埋めとこうか。こういうのもね編集さんが嫌がるんでね、印刷で飛んだのかそういう作者の画風なのか分かりにくいんで、こういう穴が開いてるのはあんまり良しとされないんで、ちょっとこういうのも埋めときましょうかね。これでホワイト乾かそうかな。そしたら
らこの原稿にトーンを貼っていこうかな。この人が斜め線引いてるところ、多分まあ色がついてるとか影がついてるとかっていうのは多分表したかったと思うので、この人が斜線つけたところをトーン貼っていこうと思います。これ100円ショップのキャンドゥで売ってる1枚100円のスクリーントーンです。最近は、トーンとかパソコンで処理する人が多くなってきたんで、あんまりこういうのをね使って手作業で影つけるっていう人はいないと思うんだけども、俺は手作業でやらせてください。パソコン使える人はパソコンでやって、でスクリーントーンって高いって言う人もいるけれども、100円ショップで1枚こう100円で売ってるものもあるんで、これだったらね学生とか子供でも買える値段だと思うから、プロの漫画家がやってる作業と同じものを体験できるんでね、こういうものでも。機械が苦手な人とかパソコン買ってもらえないっていうお家はこういうもので十分です。でそうだな、柄64、せっかく柄のトーンがあるから柄貼ろうか。1枚だけなんかこういうチェックのものがあったんだよね。こいつ貼ろうか。64、64でもいいんだけどね、せっかく柄があるんで柄トーン使うわ。これもね、神経細かい人だったらプリーツの一枚一枚を動きによって変える人もいるんだけども、俺はもうそこまでしないっす。今ねこんな形でトーン貼る人も減ってきちゃったんで、多分俺がやってることはすっげえレトロなことやってるのかもしれないけど、トーンの貼り方をさ今知らない人が多いみたいで、俺はびっくりしたよ。そうやってトーンって貼るんですねって書いてる人がいっぱいいたんでびっくりした。ほらこれだけでもさ超可愛いじゃん。女の子のこのスカートの柄がさ出るだけでもすごい全然イメージ違うよね。めっちゃ可愛い。このセーラーカラーにも色つけていこうか。こいつは64がいいね。これね64番、これをこのセーラーカラーに貼っていこうかな。このスクリーントーンっていうものはさ何かっていうと、この薄いフィルムなのね。薄いフィルムのシート、1ミリも分厚さないです。めちゃくちゃ薄い透明なシートなのね。でここにこの黒いつぶつぶが印刷してあるんだけども、このつぶつぶの密集が広かったり狭かったり、つぶつぶの大きさが違うことで薄い灰色、濃い灰色とかっていうのを表してるのね。漫画の原稿っていうのは灰色とか薄墨っていうのは使えません。使ってはいけないのね。黒一色しか使ってはいけないっていうルールがあるんですよ。だけど絵描きの気持ちとしてはさ灰色っていう部分が欲しいじゃん。だからその灰色っていう表現をしたいところにスクリーントーンっていうものをこういうシートを貼って灰色に見せてるって言ったらいいのかな。例えばこれ見たら灰色に見えるじゃん、人間の目には。だけど本当はこれも黒一色なんだよね。実は黒いつぶつぶ自体は黒だから、目の錯覚によって薄い灰色濃い灰色っていう風に見えるだけで、本当はこれは黒なんだよね。黒一色。漫画の原稿は黒しか使っちゃいけないから。だからたまに白黒原稿に薄墨とか灰色とかで塗ってる人いるんだけど、あれは間違いだし、そういう風にするともうその原稿はボツになってしまいます。たまに灰色のコピックとか薄墨の筆ペンとかで塗ってる人いるんだけども、その時点でその原稿はボツです。なぜなら印刷できないからです。灰色とか薄墨は。灰色とか薄墨を白黒の雑誌、漫画雑誌とか漫画の単行本に表そうと思ったら、カラー原稿と同じ4色分解っていうやり方じゃないとできないんだよね、印刷が。だけどそれはすごくお金がかかる方法だから、手間がかかる方法だから、白黒原稿にそんなお金がかかることをしてくれません。だから我々はちゃんとそういうルールを守って、白黒原稿だったら黒一色でしか書かない、それを守って提出しないといけないんだよね。ほらセーラーから色があるような感じになってきたよね。あと61番で影をつけていこうか。この子が影と指定してると思われるところにね、こういう影の部分って白黒ではガイドつけられないので、こういう薄い水色とか薄い黄色でガイドラインを描きます。この作者が斜め線つけてるところ、これをこういう水色でちょっとこうつけていくね。でなんで薄い水色を使うかっていうことなんだけども、白黒原稿は薄い水色や薄い黄色は印刷されないのね。だから例えばこういう漫画用の原稿用紙でも薄い水色でメモリが書いてあるんだよ。これは白黒原稿に印刷されないからなんだよね。これは消す必要ないんでね、印刷に出ないから。例えばこういうトーンの上でもこういう風にダイナミックに書いてしまっても大丈夫です。これは印刷に出ないんで、こういう風に影の指定をします。で
でここにトーンを貼っていくっていう風にしたら、これがガイドラインになって貼りやすいでしょ。でスクリーントーンを貼るときは絵に対してこの点々が45度に印刷されてる状態に貼ること。まあそういう風に言うと何それこんがらがるっていう人いると思うんだけど、要するにこう貼るかこう貼るかだけです。こんな風に斜めにこうやって貼ったりとかしていかない。この場所によってこうやって貼っていく人いるんだけども、そうすると場所によって網目が傾くんで、貼る仕上がりが綺麗になるように印刷された状態と同じ方向に角度を変えないで貼るって言ったらいいのかな。このスクリーントーンっていうのをさ貼るとさ、なんか急にプロっぽく見えるっていうか、なんか漫画家っぽく見えるよね。ほらどんどん影がついてってるの分かるかな。もし分かんなくなったら水色で確認する。ほら気持ちいいでしょ。でこういう細かいところ、こういうところもカクカクカクって切ってペロってめくってもいいんだけども、あまりにも繊細なところは破れやすいしカクカク切るのが難しいんで、削りっていうのを使います。こういう削りっていうのを使えば細かいところも簡単に表現できるんで、今俺の見てると簡単そうでしょ。そしたらざっくりとってもほらあっという間に、複雑そうに見えるところでも削りっていうのを使えば簡単に細部が表現できます。削っていこうか。トーンを貼っててこうやって汚してしまったところ、こういうところは後でホワイトで消します。このトーンの作業って楽しいっていう人もいるし、面倒くさくて大嫌いっていう人もいるね。結構好き嫌いが分かれる作業だよね、このトーンって。俺はねトーン嫌いじゃないよ。あんまり何にも考えなくてもできるし、下書きとかはねすごい神経使うけど、このソックスの部分も64貼っていこうか。そしたらセーラーカラーとこう揃って整う感じになるよね。こうスクリーンともね何を選ぶかっていうので、その作者の個性が出ます。で今俺この100円ショップで売ってるトーンだけ使ってるんで、もっとね画材店行けば多種多様なトーンが売ってるんで、いろんなトーンを使えばもっともっと変化に富んだ表現ができるようになります。100均のトーンはやっぱりね数が限られててあんまり種類がないのね。だから似たような色しかないんだけども、いいじゃん。顔が斜線が入ってないんだけど、体に影ついてんのに顔に影がないのもアンバランスなんで、ちょっとこの作者の影に近いような感じにしたいよね、雰囲気的に。で顔っていうのはね、髪の毛とか目とか鼻とかって細かいんでカットするのは難しいから、さっき言ったこの削りっていうのを使っていくと簡単に表現できます。これをね覚えるとね楽しいよ。パソコンでやってる人はね削りっていうのはないと思うんだけど、手作業でやってる人はこれができると表現が広がると言ったらいいかな。ト
ンのいいところっていうのは、失敗したと思ってもビロって剥がしてもう一回一からやることができるんで、恐れなくても大丈夫です。パソコンでやってる人だったらもっともっとやりやすいよね。いくらでも一からできるんで、パソコンだったら、そういう意味ではパソコンは便利かな。こういうとことか入り組んでんじゃん、すごい髪の毛が。これどうしていいか分かんないとか難しいとかでなっちゃうじゃん。だからこういらないところは削っちゃう。スクリーントーンっていうのはシートの表面にしか印刷されてないのね。だから表面をこすることで印刷のインクを落とすことができるから、こうやって白くすることができる。でこういう大きいところだけカットしてペロッとめくって捨てると。あ、そうだ、このカリカリ音が好きな人多いよね。ちょっと俺黙っとこうか、しばらく。これベロって剥がす瞬間がすげえ気持ちいいと思わない？俺のトーンの張り方になってきちゃってるから、あんまり細かくしちゃダメだね。俺はね、結構こういうの細かく分けちゃうんで、あんまり細かくしたら俺の張り方になっちゃうかな。この人だともうちょっとざっくりだよね、多分ね。あんまり細かくしちゃいけないね。ざっくりいこうか、もうちょっとね。ざっくりいきましょう。ほーら、かわいい。そうだなあと俺的にもうここまでさ描いてるとさ、俺の絵じゃないんだけど自分もさ愛着が出てきちゃって、どんどん丁寧に仕上げたくなっちゃうんだよね。だんだん俺的に本当はもっと重ね張りとかしていきたくなっちゃうんだけど、もう凝り出すとキリがなくなっちゃうんで、ほどほどにしとかないとね。ネクタイこいつにだけちょっと色つけようかな。こいつにだけ色つけていい？もう愛着が出てきちゃって、俺も描いてるうちにこの人の絵に完成度を上げていきたくなっちゃう。今俺重ね張りっつって同じトーンを二重に貼ることで色を濃くしようとしてます。この時モアレ現象って言って、今これ映るかな、こうやってこう、わかる？これどんだけカメラに映ってるかわかんないけど、こうやってチェックみたいなこういう網目模様ができるんだよ。こういうのができるとダメなのね。仕上がりが綺麗に見えないって言われるので、このモアレ現象が起こらないところで貼らなきゃいけない。このままか。ちょっとこの辺汚れたんで汚してしまったなと思うところはホワイトで綺麗にします。はい、どうでしょうか。これで完成と。今回はこの作者の絵にほとんど手を加えてません。ちょっと手だけ整えさせてもらいました。ほぼこの人の絵をトレースしたまんまです。だけど白黒原稿として出版社や企業に提出する場合はこういう状態では受け取ってもらえません。ちゃんとこうやってペンを入れて修正作業をして初めて受け取ってもらえます。こういう風にペン入れすることで本の挿絵になったりとか雑誌の広告に使われたりするわけだよね。プロを目指してる人はここまでやってください。こういう状態にして初めて受け取ってもらえます。
この動画はハイドチャンネルがお送りしました。